皆さんこんにちは、まなみです。今回は人生コスメをご紹介していきたいと思います。今まで使ってきた中で一番自分の肌に合っているなって感じておすすめできるコスメだけを選びましたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。まず私の肌質についてお話ししていくんですけど、脂性肌寄りの混合肌で T ゾーンとか、あとこのほうれい線のところとか、この辺りがテカりやすいです。あとは毛穴が開いている肌で全体的に開いているんですけど、特にこの辺りとか鼻の毛穴が開いています。ニキビもできやすくて、今はこの辺りに跡があったりとか、触るとニキビがぷくっとできてきているのがわかるんですけれども、最近は特に顎にニキビができやすいです。といってもこの辺りとかにポツポツできていたりしますが、もうずっと昔からニキビができやすい肌質で、小中高の時にニキビがかなり顔全体にできていたので、その影響もあって跡とかで顔が赤いです。特にこの辺りと、あと顎とかが赤みが気になる肌なんですけど、いろいろ隠したい肌です。あとパーソナルカラーをお伝えすると、プロの方に診断していただいて、ファーストがブライトスプリングで、セカンドがブライトサマーでした。肌的にはこうオリーブカラーっていうんでしょうか、少し緑がかってる肌の色をしているので、ここはお伝えしておこうかなと思います。まずはベースメイクからご紹介する方がいいかなと思うので、下地からご紹介していきます。下地は2つ選びました。マット系にしたいかツヤ系にしたいかで選んだんですけど、マットの方がプリマビスタのスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止 UV のメロンです。これは SPF50 で PA3 プラスなんですけど、なぜこれを選んだかというと、適度に皮脂を抑えてくれて、で肌が荒れないんですね。しかもグリーンカラーなので肌の赤みを少しだけですけど隠してくれるっていうので選びました。私は普段ファンデーションレビューをすることが多くて、下地はあまり使わず、日焼け止めの次にファンデーションをすぐに塗ってしまうことが多いんですが、使うとしたらこれだなと思って選んだんですけど、肌の色ムラを隠してくれたり、黒ずみも多少ですけど隠してくれるので、私が使った中だとこれが好きかなっていう感じです。やっぱり一番皮脂を出なくしてくれるのはこのプリマベスタの黒いブラックプリマなんですけど、あれは本当にすごくて効果をものすごく感じられるんですけど、やっぱりどうしても肌荒れしてしまう感覚があるので、私のおすすめはこれかなって思います。塗っているところをご覧ください。本当に多少トーンアップするかなっていうのと、赤みを少し隠してくれる感じで、そんなに大げさに補正する感じではないのが好きです。10時間後はこんな感じで、本当に多少皮脂崩れをキープしてくれているかなっていう感じなんですけど、私の肌には合っているなって感じました。ツヤはですね、こちらです。すごい迷って、バイユアの下地もすごく綺麗だったんですけど、こちらの方が新しく発売されていて、あと透明感がすごい出るなと思ってこちらを選びました。NARS のライトリフレクティングトーンアップベール SPF27PA2 プラスです。ちなみにこのような少しベージュがかっている下地です。多少トーンアップするんですが、白浮きはしないですし、透明感が本当に出るので、肌がくすんでるなっていう時に使うのにとてもいいと思います。あと指塗りでも綺麗に塗れますし、バチュラで伸ばしたりとかでも綺麗に塗れるので、急いでる時に使っても汚くならないのでいいです。ツヤが出すぎない感じなのも好きなんですけど、私は毛穴が開いているので、あまりツヤが強すぎて光を反射する感じだと毛穴がぽっかり開いているのが見えてしまうんですね。そこまではなりにくいので、綺麗なツヤになります。で、実際に塗っているところをご覧ください。本当にスルスル塗れるんですよね。上に塗るファンデーションの邪魔もしないですし、綺麗なツヤを仕込むのにぴったりな下地です。で、ツヤのファンデーションと合わせて、で上から気に入っているシャネルのパウダーを重ねると、1日使っていてもそんなテカテカになることはないので、これもおすすめです。先にご紹介しておくべきだったなと思ったんですけど、まず私はスキンケアの後に日焼け止めを塗って、その後、下地だったりファンデーションを塗るので、これをお見せしたいです。スキン104のリアルシカウォーターフィットサンセラム SPF50 プラス PA4 プラスです。これはもう何本リピートしたかわからないぐらい使っているんですが、こういうポンプ式になっていて、中は白いジェルタイプの日焼け止めです。これがとても軽く乗ってくれて、少し保湿されるんですけど、クリームのようなベタベタ感とかが残らないタイプですごい使いやすいんですよ。しかもこれで肌は荒れたことがないので、全肌質の方におすすめじゃないかなと思います。塗っているところはこのような感じで、ほんの少しだけ白くなるというか、若干トーンアップするかなっていう感じありますが、全然白浮きとかもしないですし、塗ってる感も全く出ないので、
で、とにかくおすすめです。で次はグリーンの下地なんですけど、これが一押しかなって思います。カネボウのデザイニングカラーリクイド SPF4PA+04番のペールグリーンです。これは内容量がそんなに入っていないですし、こういうチップタイプなので全体に塗るというよりは小鼻とか気になる部分だけに塗るっていう形で使っています。私はですね、ここから赤みが始まっていてこう赤いんですよ。なのでここだけ消したりとか、あと小鼻に使っています。お見せするとこんなクリームタイプの明るめのグリーンの下地で、クリームで厚みがあるからなのかしっかりめに隠してくれます。塗ってるところをご覧ください。私の肌の赤みはかなり強いので塗っても透けていますが、塗っていない方と比べると赤みを隠してくれているのが分かりますよね。私はコンシーラーパレットに入っているようなペタペタ感のあるものはあまり好きではないので、このぐらいのテクスチャーが気に入って使っています。ぜひまだ試したことがない方はお試しください。次はファンデーションですね。私好きなファンデーションがありすぎて絞るのが大変だったんですが選びました。いつもこれを使うなっていうのを選んでみました。その前に私が好きなファンデーションをパッとお見せしていいですか？マットで少しだけ厚みのあるファンデーションが好きなんですね。なのでデパコス外資系が多いです。マットだとこれプラス後でご紹介するものが好きなんですけど、本当にマットなのがいい方はイヴ・サンローランとかシャネル、カバー力がこの2つよりも低いものが良ければディオールかなって思います。でこのエスティローダーはマスクを使う時によくつけるんですけど、薄く綺麗に乗ってくれて擦れに強いんですよね。これでマスクをする時は私はシルクのマスクをつけてから不織布のマスクをつけるので、シルクだと擦れても崩れにくいので長持ちするんですけど、そういう時にこれを使っています。で、私がおすすめしたいのは、すっごい迷ったんですけど、一番これを使っているので選びました。ゲランのパリュールゴールドスキンフルイドマット SPF15PA3+です。これはですね、以前リニューアル前のものを持っていて、これは免税で購入したので、普通に発売していないカラーなんですけど、0.5N っていうカラーがすごく合っていたので、この色があったら欲しかったんですけど、なかったので 1N を購入しました。でこれと一緒に使うのはやっぱりゲランの下地がおすすめで、この組み合わせがやっぱり一番いいなって思いました。ただこれと合わせて使っても少しカバー力が高くなる感じで綺麗に乗ったので、結構どの下地とも合うと思います。テクスチャーとかお見せするとこのような感じで中にゴールドが入っています。でもみずみずしいんですけど、これを塗ったからテカるとかはなくて普通に密着してくれるので好きです。この中に入っているゴールドなんですけど、たまに肌の表面でここにゴールドがいるなっていうのはわかりますが、そんなに気にならないです。ファンデーションは少し垂れてくるんですけれども毛穴落ちしないので、私の肌にはちょうどいいテクスチャーだなって思います。これでマットすぎると若干伸ばしにくかったりとか、こうムラになりやすかったりっていうのがあるんですが、これはそういうことがないので綺麗に塗ることができます。ただ注意点が一つあるんですけど、匂いが結構強いです。フローラル系の香りがかなりして、外資系デパコスっていう感じの香りがするので、匂いに敏感な方は店頭でまず嗅いでいただくのが一番いいのかなって思います。塗っているところをご覧ください。このファンデーションはマットなので、肌が潤っている状態でつけると一番綺麗に仕上がります。なので日焼け止めを塗ったすぐ後下地を塗って、その後にファンデーションをつけると毛穴も隠してくれますし、赤みとかもある程度隠れるのでとても好きなファンデーションです。ゲランの下地と合わせると少しカバー力が低くなるというか、下地とファンデーションが混ざるので、毛穴の黒ずみが少し見えるかなぐらいのカバー力になりますが、気になるようであれば重ね塗りしたらもっとカバー力の高い綺麗な仕上がりになります。マット系の下地と使うとさらにカバー力が高くなるので、しっかりカバーしたい方はサラッとするような下地と合わせて使うのがおすすめです。これはどのツールでも綺麗に塗れるんですけど、私は最近肌負担を考えてスパチュラとスポンジ塗りにしています。ので今回もその方法で塗りました。で、10時間後のお肌をお見せしたいんですが、このようにかなりキープされていますよね。私は肌がテカりやすいのであまり合っていないなっていうファンデーションだとおでこもテカテカになるんですが、これはそういうことがないので、マットのファンデーションをお探しの方にぜひ使っていただきたいなって思います。ちょっと値段は高いんですけど、高級感のあるパッケージとかがお好きな方にもおすすめです。
で、次はツヤファンデなんですが、ツヤもすごい迷いました。まずこの RMK のラスティングジェルクリーミーファンデーション SPF23PA2 プラスもとても綺麗に塗れましたし、あとアディクションのファンデーション、こちらに載せておくんですが、これも仕上がりがかなり綺麗なんですよ。で、私が選んだのはシンピュルテのアンビシャスビューティーセラムファンデーション02番やや明るいベージュです。私の肌にのせるとピンクが強くて色も少し濃いかなって感じたので01番を買った方がいいなって思っているんですけど、これが一番カバー力があるかなって感じていて、肌の調子がちょっと悪くても綺麗に乗るんですね。重ね塗りしてもカバー力が上がるだけでこう汚く乗ったりとかないのでとてもおすすめです。コメントで買ってよかったですっていう声をたくさんいただいていて、やっぱりそうだよねって思いながらコメント読ませていただいたんですけど、テクスチャーをお見せするとこのような感じです。そんなに緩すぎないテクスチャーでも触るとちょっとみずみずしさを感じるというか、すごいしっかりしたクリームのベタみたいな感じはないです。これすごい綺麗に乗るんですよ。私の肌で合うものを選んでいるので、もちろん毛穴落ちもしにくくてツヤ感も綺麗ですし、素晴らしいファンデーションですね。で、10時間後はこんな感じです。やっぱりゲランよりテカっている部分は多いですが、全然気にならないですし、ツヤを残したいっていう方であれば、シンピュルテのパウダーがあるんですけど、それもすごく綺麗なので、こちらと合わせて使うのもおすすめかなと思います。注意点なんですが、香りが強いです。オーガニック系の商品の香りでありそうな、確か公式サイトに香りが書いてあったと思うので、このテロップに書いておきますが、匂いは強いです。なのでおすすめしたいファンデーション、両方とも匂いが強いんですよ。ここだけ香料が苦手な方は気をつけてください。で、クッションファンデーション部門1位はこちらです。バニラコのカバリシャスアルティメットホワイトクッション SPF38PA2 プラスです。これはマットの方なんですが、持続力が高くてテカりにくいですし、夏に使っていても崩れにくいんですよ。で、塗るところをご覧いただく前にお伝えしたいのが、毛穴をすっごい隠しやすいとかはなかったので、私は毛穴用下地と合わせて使った時に一番綺麗に仕上がるなって感じました。これは最近買った毛穴下地で塗りやすいので好きなんですが、これと合わせて使っているところをご覧いただきたいと思います。これはカバー力がすごく高くて、塗ってる感が出るのが苦手な方だとあまり好きじゃない方いらっしゃるかと思います。もう私はカバーしたいので、このカバー力が好きで使っています。仕上がりはこんな感じで、パウダーまでのせるとすごくマットで肌の色ムラをきれいに整えてくれる感じがあって好きです。10時間後はこのようにテカリが少ないんですよね。夏でも安心して使えるファンデっていう感じで、夏は特に皮脂とか汗が出てくることによってより馴染んで肌が綺麗に見えるなって思ったので、クッションファンデーションはこちらがおすすめです。もうバニラ粉も強いフローラル系の香りがするので、匂いに敏感な方はお気をつけください。今忘れていたなと思ってブラシとスパチュラのおすすめをしたいと思います。ブラシは資生堂の131番というブラシで、密度の高いこういったブラシです。塗りやすいですし適度な硬さがあるので、様々なファンデーションと合いやすいなって思います。スパチュラは私はピカソを使っていますが、これはどれでもいいかなと思うんですけど、肌負担にもなりにくいのでスパチュラもおすすめです。スポンジはちょっと今洗って乾かしているところなのでホコリがついてしまっていて汚いんですけど、&B のブラックスポンジか、あとダイソーで買えるこういったスポンジも柔らかいのでおすすめです。あとパウダーブラシは最近買ったこのロージーローザのブラシが良かったので、すごいふわふわで肌当たりも良くて、今は売り切れているところが多いと思いますが、1月下旬から再入荷するっていう情報をコメントでいただいたので、気になる方はチェックしてみてください。パウダーも皆さんご存知の通り、こちらのシャネルのプードルユニベルセルリーブレ N20 番が一番おすすめです。私は10番と20番を持っていて、10番が白色のパウダーで、20番がこのようなベージュのパウダーなんですけど、私はベージュの方が好きですね。毛穴をより隠してくれる感じとか、あと私はあまりトーンアップしすぎるのが好きではないので、自然な色が好きで20番の方がおすすめです。塗ってるところをご覧ください。
ださい。これはマットでサラサラにしてくれるんですけど、肌が乾燥する感じもなくて、なのに皮脂も結構吸着してくれるのでテカりにくくて好きなパウダーです。もう3年ぐらい使っているのかなと思いますが、まだ全然なくならないのでコスパもかなりいいです。どのファンデーションにも合いやすいっていうのが個人的には好きなんですけど、ファンデーションの検証をする際にとりあえずこれを塗っておけばパウダーで汚くよれてしまったりとかっていうのがないので、シャネルのパウダーはおすすめです。しかも嬉しいことに私の動画を見て買ってくださった方がいらっしゃって、確かクリアの白いパウダーを買ったら良かったので他の色も購入しましたっていう方がいらっしゃったんですよ。それを読んだ時にすごい嬉しかったんですけど、肌質似てる方に試していただきたいなって思います。姿勢肌の方だったら今パッと浮かぶのはフラワーノーズのパウダーがすっごいサラサラで、私の肌だと乾燥してしまって痛いぐらいにサラサラになったので、そちらの方がいいかもしれないんですけど、姿勢肌より混合肌の方にはこのシャネルのパウダーがおすすめです。ともう一つおすすめしたいのが、最近購入して動画でもご紹介した U ピンクのエアリースムースパウダーのクリアです。これはメイク後に普通に使っても綺麗になりますし、こういうコンパクトなケースなのでお直し用として持ち運ぶのにもぴったりですごいおすすめです。使ってるところをご覧ください。以前 U ピンクのファンデーションレビューした時の動画になってしまうんですけど、U ピンクの毛穴下地ファンデーションを塗った上からパウダーを塗っています。毛穴をふわっとぼかしてくれる感じがすごく良くて、で表面もサラサラになりますし、皮脂テカリ防止力も高いので最近使ってすごく感動しました。で時間が経った後の肌はこんな感じです。動画だと分かりにくいと思いますが、細かいラメが入っています。ただ肌に塗ると全然ラメ感とかは感じなくなるので、普通にマット系のパウダーだなっていう感じです。で今ちょっとテカっているのでちょうどのせてみようかなと思うんですけど、私はテカった時はまずティッシュオフをしてから塗るのが好きなんですけど、今直に塗った方が分かりやすいと思うので塗りますね。アップでお見せします。こんな感じでふわっとテカって毛穴が目立っていたのをぼかしてくれるんですよ。ティッシュオフしてからじゃないと少し白く固まってしまうところがありますが、こういうテカっていったのがこんな感じでふわっとします。こんな感じで肌をサラッとした状態に戻してくれますし、毛穴をふわっとまたぼかしてくれるので、ぜひ見かけたら試してみてください。売り切れていることが多くて、私は楽天で購入したんですけど、在庫があったらラッキーっていう感じがします。はい、パウダーまで行きましたね。で、次はハイライトをご紹介しようかな。私が選んだのはこちらの2つです。まず、ローラ・メルシエのマットラディアンスベイクドパウダーハイライト01番です。最近の動画ではずっと使っているのでご存知の方も多いかもしれませんが、毛穴が目立ちにくいハイライトでもちゃんとピカンと光ってくれるタイプのハイライトです。やっぱり毛穴の開きが気になる方ってマットの明るいパウダーとかでハイライトとして使った方がいいって言いますが、私は光らせたいんですよね。なのでこのパウダーをエクモールのブラシで塗っています。ベイクドパウダーなのでこんな感じでサラッとしていて、少しベージュ系のこんな感じで、キラキラ感がそこまで強くない、でもよく見ると細かいラメが入っているパウダーです。ツヤっていう感じですね。塗ってるところをご覧ください。こういう感じで結構自然ながらもでもしっかりとツヤ感が出るようなハイライトなので、デイリー使いしやすいかと思います。で、もう一つがフローラシスのピーチブロッサムカーブドフラワーパターンハイライターです。02番のカラーで、ピーチゴールドのようなカラーなのと、あと粉質がすごい良くてしっとりしています。これはすごい輝く系です。こんな感じなんですよ。この左右で比較すると分かりやすいと思いますが、光の反射がすごいですよね。こちらは自然で、こちらはしっかりとハイライトをしているのを見せたい時に使っています。ピーチゴールド系で肌なじみもいいカラーなんですが、ここにハイライトも塗ってるんですけど、この上から重ねますね。わかりますか？もうツヤ感がすごいですよね。しっかりメイクをした時とかにこのハイライトをつけるとメイク上級者感が出ませんか？こちらも動画だとかなりピカピカに見えると思うんですけど、実際はこちらの方が3倍ぐらい
光っています。ちょっと分かりづらいかなと思うので、後でもう一度ベースメイクを塗り直してハイライトも塗ってみようと思います。ちゃんとハイライトを目立たせたいっていう方におすすめなのがフローラシスです。なので、ローラメルシエはデイリーに使いたい方におすすめで、フローラシスはお出かけの時とか、あと普段からしっかりめにメイクをされる方はピカピカのハイライトがおすすめです。で、シェーディングはですね、私あまりシェーディングを試したことがないので、人生コスメに入れるのもどうかなと思ったんですけど、でもこれを使い始めてから、別に他のシェーディングを買わなくてもいいかなと思えるようになったので、人生コスメとしてご紹介します。ロムアンドのベターザンコントは02番のグレークールです。これは非売品だと思うんですけど、ペリペラのこのブラシで塗っています。ここがシェーディングで、確かこれがハイライトカラーなんですけど、私は主にここの3色を使っています。これはグレー系のカラーで赤みもあまりなくて、今まで使ってきたシェーディングの赤みが気になるなっていう方におすすめします。最初はシェーディング初心者すぎて、どういう色を購入したらいいのかわからなかったんですけど、人それぞれでパーソナルカラーとかによっても合う色って変わってくると思いますが、私はこの色が良かったです。ちょっと塗ってるところをご覧ください。濃くなりすぎずに使えて、パウダーの色が固まって1箇所に濃く出てしまうっていうことがないので、とても使いやすいです。さらっとしているパウダーなので伸ばしやすくて、塗ってからちょっと指で軽くブレンディングする感じで使っています。次はアイシャドウですね。今回は2つご紹介したいと思います。とりあえず今日みたいな赤い服とか、あとはパープル系の服を着るときは、ディオールショーサンククルールのルージュトラファルガーを使っています。これはすごいお気に入りで、これリニューアル後のものなんですけど、一昨日購入しました。前に使っていたのがこちらで、結構使っていたんですけどあんまりなくなっていませんが、私どちらかというとこちらの方が好きだったんですけど、比較しながら撮影をしてみたのでそちらをお見せします。まずスウォッチをお見せしますね。ピーチ系のピンクカラーだったり、あとはパープル、レッドでラメシャドウと、あとブラウン系の5色が入っています。で、何が変わったかっていうと、スウォッチをしてみた感じ、この赤色の8色、新しい方は少し薄くなっているなって感じたのと、あとラメなんですけど、ラメの粒の大きさが変わっていました。かなり細かくなっていたので、昔のちょっとキラキラ感っていうのがなくなってしまっていて、そこは残念でしたね。でも色味は可愛いので変わらず本日も使っています。塗っているところをご覧ください。これがいつもの私の使い方なんですけど、左上のピーチピンクを塗ってから、左下の紫カラーを二重幅に塗って、赤色をアイラインのように塗ってから右上のラメを全体に重ねています。あとはラメを涙袋に塗る感じです。このような仕上がりになります。私の場合はこういう赤み系の色を使うと目がはっきりして見えるというか、やっぱり色もはっきりしているので目に視線がいくなって感じて、動画映えもしますし写真映えもするなって感じているので、とても好きなパレットです。色が薄いものを使うと顔がボケて見えてしまうので、もともと顔立ちが薄いからなんですけど、これを塗ることによって少しはっきりとした顔立ちに見えるかなと思って使っています。昔はこのチップも両端についていたのになくなってしまったので大変なのと、あとここを押したら開くのが良かったんですが、今こういう形になっていて、ここを開けないといけないので少し大変ですっていう不満はありますが、色は可愛いのでぜひ気になる方は買ってみてください。はい。で、あと一つがですね、こちらのウェイクメイクのソフトブラーリングアイパレット20番タンジェリンビーチブラーリングです。これちょっとカラーが多いのと、あと今日の腕の調子がそこまで良くなくて、なんか赤いブツブツが出てしまったりしているので、全色装置はできませんが、使っているところをご覧いただこうと思います。私はこれはオレンジのシャドウが好きで選んだんですけど、これは去年買って夏にオレンジの洋服と合わせて使ってみたらすごく可愛くて、オレンジの発色もパキッとはっきり明るく出るので、ブライトスプリングの私はとても合っているなって感じました。オレンジの目元はこんな感じで、ピンクはですね、結構青みを感じるカラーも多いので、色の合わせ方次第だとは思いますが、パープルの入ったピンクとかが好きな方におすすめです。一つのパレットで違ったメイクを楽しめるのもいいですよね。ピーチ系のラメシャドウもとても綺麗なので、ぜひ試してみてください。これもものすごく可愛いです。
あと今ちょっと見当たらないので後で探し出して動画を載せようと思うんですけど、このクリオのチェリーブロッサムのカラーが大好きで、ブライトサマーの方におすすめしたいんですが、これ販売終了してしまったんですよね。一応私の中では人生コスメに入れたいアイシャドウパレットなのでお見せしておきます。これを使うことによって顔色が明るく見えるので、なんでなくなってしまったんだっていう感じです。はい、ということで長くなるので次に行きます。マスカラですね。マスカラは私の中でこれ一択です。キングダムのカールマスカラのナチュラルブラウンです。後世のマジックキブマスカラも好きなんですが、色展開が一色しかないので、もう最近はこれだけしか使っていません。このような束感を作れるマスカラなんですけど、ピンセットで作った方が綺麗に束感はできます。色がこんな感じで、繊維は入っていません。先がこのようになっていて、下でマスカラを塗ってから上で束感を作れるものです。で、塗っている動画がこちらで、10時間後の動画がこちらです。私はまつげが下がりやすいんですけど、これはキープしてくれるので、1本でもかなりキープされますし、夏の湿気がひどい時はエレガンスの下地とかと合わせることによってさらにキープされるので、これおすすめです。私は目の下にマスカラが落ちやすいんですけど、これを使うのと、あと目の下にパウダーをしっかりとのせることによって防いでいます。アイライナーを朝使ったアイライナーが見当たらなくて絶対にどこからか出てくるんですが、それは後でご紹介します。まずこの心意気のアイデザインライナーなんですけど、これが04番で、こちらがペリドットグリーンです。これはですね、ラメが入っているアイライナーで、ちょっと久しぶりに出したので濃いんですが、このようなカラーとグリーン、ツヤっとする感じ、光沢のあるアイライナーです。で、私が一番使っているのがパープル系のカラーで、今日も引いているんですが、引いてるところを動画でお見せしようと思います。これはすごい持続力が高いっていうわけではないと思うんですけど、私はアイラインはにじみにくいので取れたことはないです。乗せてちょっと失敗したなと思ったら指とか爪でシュシュって引いてしまえばうまい感じにぼかされるので便利に使いやすいアイライナーです。で、もう一つがこのオペラのアイライナーで、これもラメ系のアイライナーで、アイカラーペンシルのマンダリンピンクグロー、カシス、サックスブルーがあります。先端はこのようになっていてちょっと太いんですよね。なんですけど色が可愛いです。このブルーは確か限定色だったので今販売しているかわからないんですけど、この上は多分あると思います。上からカシス、ピンクグロー、マンダリンです。これはカラーがはっきりとしていて様々な色を楽しめるのがいいのと、ツヤっとしているのが好きなので私好みなアイライナーなんですよ。ちなみにオレンジを引いているところを撮影したのでご覧ください。アイメイクのオレンジの色に負けないぐらいの発色でカラーライナーを使っているっていうのが分かりますし、キラッと見えて可愛くて、これも私の場合は全然落ちないので好きなアイライナーです。ともう一つはラブライナーなんですけど、これは持っている方が多いかなと思いますが、持っているのがマイルド系のブラウンだったと思います。後でテロップに書いておきますね。こんな色で濃くないブラウンで自然なカラーです。これがやっぱり一番落ちにくいですね。クレンジングをしっかりとしないと落ちないぐらい密着してくれるので、アイライナー落ちやすいっていう方におすすめです。スマッチプルーフですし、お湯でオフって書いてあるような気がしますが落ちないと思います。ウォータープルーフで、リフィルもあるので中身だけを交換することができて、私はスヌーピーの限定の柄が出ていた時に買ったんですけど、ディズニーとコラボしていたりとかいろんなキャラクターとコラボしているので、好きなキャラクターのものが発売された時に買うのがおすすめです。で、あとグリッターなんですけど、私本当にグリッターが大好きでいっぱい持っているんですよ。こういうシピシピとかも持ってますし、ボンジョイユのグリッターも大好きなんですが、最近やっぱりこれいいよなって思ったのがトム&のリキッドグリッターシャドウの01番です。アイラインが落ちていなくて汚いんですけど、こ
こに塗りますね。そこまで大粒なラメは入っていないものの、しっかりグリッターは多めに入っているのでキラキラして可愛いんですよ。ピンクのラメも入ってますね。なんか多色ラメっていう感じです。これは色味がゴールド強めかな、シルバーも入っていたりするので肌なじみが良くて、今も使っているんですけど、どんなアイメイクとも相性がいいです。なのでこの1本を買っておけばどのメイクとも合わせられるので汎用性が高いです。ただ目に入ると少し痛みは感じてしまうので、ちょっとだけ下目に塗るのが私は好きなんですけど、多分ここの脂肪が多いからでしょうね。なんかラメが結構目に入ることが多いんですよ。これも入ると痛いので少なめに下目に塗っています。あとチークです。チークは2つあって、最近買って一番良かったのが VDL のチークステインブラッシャーの01番バウンシングピーチと02番フェイバリットラベンダーです。この2色で右が1番、左が2番です。ここに塗ってみました。1番、2番です。1番の方が明るくてピーチピンクで、下がラベンダーのカラーですね。で、私がよく使うのは2番なんですけど、先ほどご紹介したディオールのルージュトラファルガーのアイシャドウをよく使うので、それと合わせるためにラベンダーのカラーを使っています。今日もそのメイクなんですが、粉質がすごくマットで肌にのせるとふわっとつくんですけど、それと同時に毛穴もぼかしてくれる効果があるので、これを塗った方が毛穴がぼかされて綺麗に見えます。しかも色味も濃くないので、1回とか2回取ってふわっとのせると濃くならずにチークを塗ることができて、ものすごくおすすめのチークです。あともう一つは、これは色で選んだんですけど、このですね、ラカのラブシルクブラッシュ703番アイコンっていうカラーなんですが、これがですね、粉質もいいんですけど、この色がすごい可愛いんですよ。ブライトサマーの方におすすめかなって思います。こういう発色がすごいですよね。薄めに入れることによって顔色も明るく見えますし、可愛い系の方に仕上がるので、昔はこの組み合わせとかでメイクをしたりしていたんですよね。残すところあとリップだけになったと思うんですけど、リップなんですけど先にお伝えしないといけないことがあって、トリーソステアリン酸っていう成分があるんですが、それが合わないので一般的に売られているもののほとんどが使えないんですね。なのでそれが入っていなくて、使えるものだけご紹介していきます。まずリップケア商品にも結構入っていたりするので、私はもう最近ワセリンだけ使って唇のケアをしていますが、これがとてもいいです。ベビーワセリンです。これはワセリンの中でもかなり柔らかくてスルスル塗りますし、あと塗っておくと翌日の朝唇の調子がいいので、これを使っています。リップ商品を普通に使える方はもっといい唇のケアをしてくれる商品とかがあると思いますが、荒れやすい方はこのワセリンがおすすめです。白色ワセリンなので純度も高くてとてもいい商品です。あとはこのチフレの口紅で、この口紅は10本以上あるのにケースは2つしか持っていないので、あるものをまずお見せしますね。このカラーが一番好きで、もうあとこれぐらいしか残っていなくて、256番のカラーです。最近買ったカラーと比べるとこのくらいなので半分は使っていますね。こういう青みのあるローズ系のカラーで今も塗っているリップなんですけど、これはブルベ系のメイクをするときに一番使っているカラーです。明るめのカラーなので顔色も明るく見せてくれて、ブライト様の方にいいんじゃないかなって思います。あとはこの上の154とか下の212をよく使っていて、上はサイドが少し低い感じもあって、なんかミルキーな感じの色なんですよね。白身を一滴足したみたいな感じのカラーなのがとても可愛いです。で、下はもう少しパープル寄りの色で薄めのベージュピンクみたいな色なのが可愛いです。ただ一番使っているのは256番なのでおすすめしたいと思います。もう一つおすすめしたいのがこちらのペリペラのグロスです。お気に入りの色をお見せしますね。05番と14番のカラーです。これは以前の動画でもご紹介したことがありますが、注意点はこのグロスを出す時にこのようにグロスがこう伸びるんですよ。勢いよく出してしまうとそれが飛び散るので気をつけてください。上が05番、下が14番です。パープルのカラー、ストロベリーカラーで、上は今日の朝塗った動画があるのでそちらをご覧ください。14番は今塗りますね。これはすごい甘いシロップの香りがするので、強い甘い匂いが苦手な方はダメかなって思います。
こんな感じでプルッとした唇になります。ティント効果はないですし、グロスで落ちやすいので、下にこういう口紅を重ねた方が色が残ります。本当にこの色が可愛いんですよね。14番ぜひ皆さん買ってみてください。あと忘れていたんですけど、この D プログラムのリップも荒れなくて好きなんですよ。敏感唇用美容液ということで、リップモイストエッセンスカラーのレッドです。これもデイリーに使いやすくて、これは匂いがないので体調が悪い時でも塗りやすいです。これも今日の朝塗ったので、そちらをご覧ください。今まで使った中でずっと使っていきたいなっていう人生コスメをご紹介していきました。ぜひ気になった商品があった方は試してみてください。すべて概要欄の方にリンクを貼っておきます。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。